どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回やってまいりました iPhone 15 Pro 開封レビューでございます。というか、ファーストインプレッションですね。さっきね、Apple Store 行ってきまして、ちょっと触ったんで、Pro Max とかね、他のカラバリとかもちょっと見たんで、ケースとかね、全部見たいと思いますけど、15 Pro とりあえずかっこいいんで、ちょっと一旦見ます。はい。見せたがりかっつって。ちょっと箱からざっくりね、もうここにあるんですけど、今回15 Pro のナチュラルチタニウムで、箱こんな感じで、今回はですね、このケーブルがね、網目模様になってます。あとはもうシールと、シムピンぐらいですかね。シールはちなみにグレーなのかな。問題のね、15 Pro。ちょっとこれいいやもう。はい、これです。ナチュラルチタニウム。かっけえわ。かっけえ、マジ。こっち行こう。いやー、かっこいい。もう一目見て惚れましたね。いやー、ナチュラルチタニウムがちょっと正解だった気がする。これチタンの質感で、ちょっとあっちでね、映しながら動画比較を見ながらやろうかなっていう感じですね。持った感じめちゃくちゃ、やっぱね、軽いですね。ちょっとこれで映すわ。これ今14 Pro で撮ってるんですけど、よいしょと。今ちょっとフィルムとかも何もつけてないんですけど、どうですこの横のエッジの感じ。はい、これアクションボタンですね。今回搭載された。ちょっと後で見ます。SIM トレイはね、ありますね。はい、USB-C でございます。いやー、どうですかこのちょっとグレーがかった、でも白っぽい感じが、ホワイトにやっぱ近いのかなと思いますね。で、これ、ボタンは今までと一緒で、カメラの出っ張りはちょっと抑えられた気がする。で、指紋はそんなに目立たないかなと思うんですけど、黒いモデルはね、結構目立つかなと思う。はい、でベゼルは薄くなった気がします。はい、アクションボタンちょっとだけ起動しようかな。じゃあ、パスコード。今回なんで、ここのアクションボタンを押すと、はい、これ今タイマー入れてるんですけど、開始してこういう感じでなりますね。はい、ちょっと後でこれやりますけど、14 Pro と比較してみようかな。いやー、でもこれ美しいですよね。この、おーほほ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 ほ。いや、最高、最高。今日はね、ファーストインプレッションなんで、こっちがね、14 Pro で、今ね、これ15 Pro で撮ってます。どうかな。そんな変わんないと思うけど、やっぱりね、ステンレスはかなり、指紋がこんな感じで目立つんですよ。で、やっぱり14 Pro ね、比べたらわかるんですけど、重い。かなりね、15 Pro は持ちやすくなったかなと思います。これでもかっこいいんですけどね、ライトニングなんだけど、ボタンはなんでこう、ミュートボタンですね。今まで通りね、ミュートが合わないけど、軽く見るかでもね、こんな感じでかなりね、ホワイトに近い。14 Pro は結構ね、ブラックな感じなんで、黒とかもね、こんな感じでしたね。側面がね、やっぱりかなり違うのかなと思います。指紋は目立つよね、やっぱね。正面はでも、ベゼルが気持ちどうかな。細いような気がする。基本こっち側はね、そんな変わんない。うん。チタンのやっぱ質感だけね、ちょっと見たいよね。こんな感じなんですけど、持った感じが明らかに軽いのと、横幅がね、狭いので、プロマックスも持って思ったんですけど、かなりね、持ちやすいです。最高。最高って感じなんですけど、ここに置いとくわ。15 Pro Max もね、見てきたんですけど、15 Pro Max はね、ブルーはね、結構黒っぽい感じだったんで、僕はやっぱちょっと明るめが良かったんでね、はい、ブルーが良かったなと思って、これプロですね。これさっき見た、チタニウムになります。サイズ感はね、ただプロマックスもかなり持ちやすいなと思いました。15 Pro もね、ちょっとバッテリー持ちだけね、どうかなっていうところあるんですけども、サイズ感はかなりね、結構プロマックス大きく見えるんですけど、持ってみると意外とね、こう手に馴染むというか、で、今回こういう感じでね、展示されてまして、Apple Store。これ表参道今回行ったんですけど、いや、いいっすね。チタニウムかな多分な。こんな感じで、今日ね、並んでましたね。マグセーフでね、くっついてた。ただね、これね、あとね、シルバーもね、良かったっすね。うん。これシルバーなんですけど、似てるんですけど、白い。チタニウムが横、側面がね、キラっていう感じ。光沢感がちょっとあるかなと思いました。これ多分今アクションボタンを使ってんのかな。で、カメラがね、なんか微妙にね、仕様が変わったんで、ここもちょっと見ますね、後で。これ、ブラックこれブラックだと思いますね。うわ、黒もね、めちゃくちゃかっこいいんだけど、横の指紋はね、やっぱ黒とか、ブルーのモデルは目立ちます。それは思った。やっぱりね。暗い分ね、仕方ないんですけど、今回ですね、15 Pro 入りました。アクションボタン、この横側にね、ミュートボタン代わりについてるんですけど、これをちょっと、この設定の中に、このアクションボタンっていうのがね、ありまして、はい。これ押すと、こんな感じでね、この UI がめちゃめちゃ綺麗なんですけど、映せまして、例えばカメラにしてみると、はい、これ勝手になんか動くんですよね。で、基本はやっぱり長押しですね。長押ししないと
起動しないという、ちょっと押すと長押しで開くっていう風に出ます。なんで長押しすると、こう今カメラがね、はい、ちょっと今こう汚いんですけど映りますね。で割と割り当ては何でもいけるっぽい。でアクションなしっていう謎の項目があります。これ何も多分起きないでショートカットでさっきも例えばこのタイマーを設定ね、いろいろね自分のショートカットも入れれるし、これリモコンつけるとかも多分できるんじゃないかなと思いますね。アプリをこう開くとかになるとこういうのが出てきて、でさっきタイマー設定してたんですけど、こう設定するじゃないですか。でこの状態でまた押すとタイマーがこう出てきて、開始するみたいな感じで、ダイナミックアイランド動いてっていう、今画面収録もしてるんでこうなるんですけど、はい、っていう、やっぱ地味にね便利ではございますね。次なんだったっけな、今回あとねバッテリーのなんか寿命がですね見れるようになったっていうのがあって、一般のこの情報っていうところですね。これ情報から一番下のところに製造日とこの4充電回数っていうのがね入りましたね。はい、これなんかね面白いなと思った。このバッテリー自体もこのバッテリーのところからこの状態と充電っていくと、この充電の最適化ってところで上限がね 80% っていうのもできるようになってます。これで14 Pro とかもできない仕様になってました。これもちょっとねなんか面白いなと思いました。バッテリーの状態が結構見やすくなっているっていうのと、あとねカメラですね。カメラが基本的な仕様は14 Pro と同じなんですけども、ちょっとどこ映そうかな、全部汚いかなこれ今1倍でちょっとまな板汚いけど、これマクロとか0.5 倍とかはいいとして、今回ここで焦点距離が変わります。なんで24、28、35というふうに変わりますね。で2倍になって3倍っていうのはこれちょっとマクロになってるんですけど、それはいいんですけど、あとでもポートレートの自動のやつが入ったんだけど、やってみた感じなんかそんなになんか精度は微妙だったちょっともうちょっとね試したいんですけど、でちょっと気づいたのが、望遠性能一緒なんですけど、こうやるじゃないですか。で確かこう回していって10倍を超えると、わかります？こういうのなんかこんなんが出てくる。今どこを映してるのっていうのが非常にこう分かりやすいのが出てきます。これねプロマックスもちょっと後で見ますけど入ってました。はい、そんなもんかな。あとは別に変わってない気がする。光学ズームなんで24、28、切り替えやすくなりましたね。かなりここで。これね14 Pro も入ってないですね。そんなもんかなって思います。でも15 Pro Max 今回光学ズーム5倍入ったんですけど、ちょっと遠くのものをね映れるんですけど、これちょっとストアで試してきたんですけど、14 Pro Max も同じようにここで操作できたり、2倍できて、これ5倍ですね。で距離的には割と奥までいけるのかな。はい、こんな感じで、プロマックスもさっきと同様にですね、これ回すとダイヤルみたいに回していくと、多分10倍のところでこの右上にどの位置にあるのかなっていうのが出てきます。これ Android とかであるやつなんで、25倍で、撮影、距離的にはねこんな感じ、割と距離ありますよねぐらいのとこ撮れて、そんなにブレない、でもちょっとブレる感じはしましたね。さすがにでも25倍で撮ると結構荒いで、はい、これツイッターに載せたんですけど、5倍だとこんな感じの画角になりますね。これなんで24 2倍で今なぜか撮ったけど、はい、サイズ感とかねすげえ良かったですね。このプロマックス5倍望遠もねなんかいい感じでした。めちゃくちゃ15もねちょっと見てきたんですけど、ちょっと僕も明日撮りに行きます。これブルーねすげえいい感じだった。ダイナミックアイランドあって、画面がやっぱりね明るくて見やすいなって思いましたね。側面もねなんかねアルミで可愛いんだよな。結構薄い印象を受けましたけど、こっちがプラスですね。画面大きいけどやっぱり軽いっていう印象。やっぱ丸くなったからかすごい持ちやすいんですよね。手で持った感じがすごいいいけど、でもやっぱプロの質感がすごい良すぎてところは正直ありましたけど、あとこれグリーンかな、確か15のモデルもこの2倍ですね、2倍の望遠ができるようになってます。でプロモデルと同じような形にはなってるかな、14 Pro とかと。はい、グリーンね、いやでも可愛いな。グリーンでもよかったかな。これ僕一応ブルーにしたんですけど、可愛いマジで可愛すぎて、プラスもいいんですけどね。はい、あとピンクもあったね。ピンクがでも一番ちょっとビビットっぽくて、今回多分一番推しですよね。推しの色なんじゃないかなと思います。でもブラックもね、ブラックはやっぱ高級感ありますよね。マットな感じ、割とかなり黒っぽい印象を受けました。
はい、あとで純正ケースもね見てきた。これウーブンのやつかな。ファインウーブンの、折り目模様、これブルーとか、これなんだ、これブラックか。はい、これ新しいウォレットなんですけど、質感は良かったけどやっぱね革ではないんで、そこだけ注意かなって思います。なんかね見てるお客さんがいて、あれこれ革じゃねえんだ、じゃあいらねえやみたいなこと言ってる人いたんで、はい、こんな感じで結構ね展示されてましたね。シリコンケースもあったし、このなんだっけな、ラズベリーみたいな色が良かった。トープはね僕持ってるんでちょっと後で見ます。はい、なんでこれブルーとかあとグリーンとかね、ブラックもよくて、こんな感じでウォレットとかねつけて展示されてました。質感はでも良かったかな。普通に触り心地はすごいいいんですけど、シリコンケースもなんかその中身はこうモワモワしててとかはありましたね。いやーでも良かったな。一旦ファーストインプレッションはこんな感じで、とにかく、質感は良くてですね、他の色を見たんですけど、やっぱりナチュラルチタニウムが今回ちょっと正解な気がしてます。ただシルバーもいいなと思った。ブルーとかブラックはちょっと暗めなので、そういった暗めの色がマットな感じで好きなんだったらそっちがいいのかなと思いましたね。いいな。あとケース今あるんで簡単にそれだけ見たいかなと思います。でちょっとこの ESR のやつね、これなんか良さげだったんで買ったんですけど、ここはスタンドになってて、やっぱでもねクリアケースが向いてるんじゃないかなって思うんですけど、やっぱいいな。はい、いやいいなやっぱな。こんな感じ。クリアケースがやっぱいいよな。横もこれ見えるし、これでスタンドになってるんですよね。なってるんで、これ横置きと一応縦置きもねこういう感じで使えますね。普通にいい。でこのなんか色味がナチュラルチタニウムと合ってて、このフレームみたいなのが、はい、結構いいなって思いました。ケース他でもね紹介してるんですけど、普通のクリアタイプもあるんで、クリアケースがやっぱいいかなって思うよね。であとファインウーブンも一応ファインウーブンケースですね。今回純正のやつ、レザーではなくてちょっと折り目模様のケースなんですけど、で横はちょっとなんていうの、ちょっと合皮っぽい感じ、フェイクレザー的な感じで、これつけると、これでもねやっぱりぴったりで、外すのねちょっとあれなんで、これちょっと見せたいな今これさすがに純正ケースなんで、つけるとこういうアニメーションが出てくるでもねめっちゃ合うわ。当たり前だけどめちゃくちゃ合ってるわ。ファインウーブンの感じと、軽いな、やっぱりな、持った感じが軽すぎてめちゃくちゃいいわ。はい、これでマグセーフ使えるんで、なんかこういったウォレットとかねつけれますね。いい。これつけてやっと14 Pro と同じような気がする。重さ的に、なんかイメージ的にはこれだとめっちゃ軽く感じんだよね。いいわ。ちょっとケース他にもあるんでまた紹介したいと思います。めちゃくちゃね、めちゃくちゃめっちゃあんだよ。ほら、ピタカのとかもあるしね。ちょっとまたこれはこれで紹介いたしますので、ファーストインプレッションでございました。ぜひね、参考になったら、グッドボタン、高評価、一緒ですね。はい。チャンネル登録お願いいたします。ぜひね、ちょっと聞きたいこととかあればコメントお待ちしてます。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあ、またね。そうだ、あとアクセサリー動画もあるんで、チェックしてみてください。カメラレンズとか試します。最高ですね。最高。サムネ撮ろう。